皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、福島第一原発の周りには今、放射性物質を含む水というものがタンクに詰められてたくさんあります。これらのタンクというものがどんどんと増え続けている状況なのですが、日本政府はこれらの水について放射性物質をあらかた取り除く機械を通した上で海に放出する決定を行いました。今回の決定に対して中国や韓国が批判しているのですが、その批判していることそれ自体がかなり滑稽なので、私としてはどのような点が滑稽なのかについてお話をしようと思います。そしてそのような中国や韓国と同調して日本政府の決定に対して批判的な言論をとっている集団や個人といったものが日本国内でも存在するので、その点についても少し言及させてもらいます。というわけで、まずは日本政府の発表とその決定に対する強い批判をしている韓国側の報道を見ていきましょう。ニュースをどうぞ。原発処理水放出決定に10年、国際基準の7分の1で海に。政府は13日、首相官邸で東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に関する関係閣僚会議を開き、原発敷地内に溜まり続ける処理水を海に放出する方針を決めた。処理水はトリチウム、三重水素を含むが、科学的には安全と専門家が分析し、国内外の原発でも海洋放出している。政府の決定を受けて、東電は放出に向けた方針を策定する。放出の手順について、原子力規制委員会の手続きを進め、配管の設備工事などを終えて、実際に放出を始めるのは2年後になる。福島第一原発は、2011年3月の東日本大震災の津波で、炉心溶融事故を起こし、高濃度の放射性物質に汚染された水が発生している。東電が専用装置で主な放射性物質を取り除くが、処理した水には放射性物質のトリチウムを含む。トリチウム水は水よりわずかに重いがほとんど区別がつかず、現在の技術では水と混ざると分離することが極めて難しい。海外原発もトリチウム水は海に放出。日本は通常の原子力施設で発生したトリチウム水を海洋放出する際の規制基準を同6万ベクレルとしている。国際的な被曝基準を定める国際放射線防護委員会 ICRP の勧告が線量の限度を年1ミリシーベルトと設定しているのを踏まえて決めた。仮に毎日2リットルを飲み続けても健康影響が出る水準を十分に下回る。東電はタンクに溜まる処理水を海洋放出する際に、放出前に処理水を海水で100倍以上に薄め、1リットルあたり1500ベクレル未満にする。国の基準の40分の1の水準だ。各国のトリチウムの基準値は異なるが、飲料水の上限値の基準は、例えばオーストラリアで1リットルあたり7万6000ベクレル、世界保健機関 WHO が同1万ベクレル、ロシアは同7700ベクレルだ。WHO が出している国際基準の7分の1の水準で、日本の海洋放出の基準よりも飲料水の基準の方が緩い国もある。トリチウム水は国内外の通常の原発や再処理工場でも発生し、各電力会社などが海水で薄めて各国の基準値以下にしたものを海に放出している。実際中国や韓国でもトリチウムを含む水は海に流している。経済産業省によると、福島第一原発のタンクに溜めているトリチウム量は860兆ベクレルで、韓国の原発が6から7年で放出する量に相当する。フランスの再処理工場であれば1年未満で放出している。これらの国でも環境影響は確認されていない。この記事で一番大事なポイントが出てきました。そこで記事の補正として言えることは、フランスのラ・アーグ再処理施設のトリチウム放出量は年間で約1京4000兆ベクレルです。この同じ画面の中で出てきている福島第一原発のタンクに溜めているトリチウム量は総量で860兆ベクレルで、一方ではフランスの再処理施設では年間で1京4000兆ベクレル。福島第一原発の処理水を放出するかどうかといった話を10年している間にも、フランスの施設では14京兆ベクレルのトリチウム放出量が実際に行われているわけです。それでは記事に戻ります。トリチウムは宇宙から降り注ぐ放射線によって自然に生じる物質でもある。土壌や大気中にはトリチウム以外の放射性物質もあるため、処理水の海洋放出による環境影響は無視できるとされている。国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長は2020年2月、処理水の海洋放出について
科学的な分析に基づくもので、環境に影響を与えないと指摘した。この記事では反映されてはいませんが、日本政府の発表後 IAEA は、今回の海洋放出については、国際的な慣例に基づくもので、基本的な姿勢としては支持を表明しています。一方、日本政府の今回の決定に対して、早速韓国が反発をしています。韓国の報道機関中央日報の記事より、韓国政府、日本の汚染水放出に一方的決定、あらゆる措置取る。韓国政府は13日、日本政府が福島原子力発電所事故で発生した放射性物質汚染水を海洋放出することに決めたことと関連し、強い遺憾を示し、韓国国民の安全に向け必要なあらゆる措置を全て取っていくだろうと明らかにした。この記事のすごいところは、記事の冒頭部分ですでに間違いがあることです。日本政府は汚染水を海洋放出するということは決めてはいません。つまり、この時点ですでに記事は間違っていると言えます。日本政府は汚染水を放出するのではなく、汚染水を処理した上で海に流すという話をしているのです。このあたりかなり韓国政府が悪意を持って日本政府を批判していることが明らかです。ク・ユンチョル国務調整室長は、日本政府の今回の決定は絶対に容認できない措置。今回の決定に対する韓国国民の懸念と反対の立場を今日中に日本政府に伝えるだろうと話した。彼は日本の決定が日本の再隣接国の韓国と十分な協議と了解なく決められた一方的な措置とも強調した。この言葉にも当然間違いがあります。なぜならば、日本の原発もそうですし、韓国の原発もそうなのですが、トリチウムを含んでいる水というものは日常的に排出されているもので、今回排出されるトリチウム水についても日本政府は処理したものを流すと言っているのですから、別に韓国の了承を得る必要は全くありません。にもかかわらず、私たちの許可もなく放出するなど許せないなどというのは不当な批判に他なりません。室長は続けて、韓国政府の懸念を国際原子力機関 IAEA など国際社会に伝え、汚染水処理過程全般に対する透明な情報公開と国際的検証推進を要請する計画と話した。韓国政府は万一、日本の汚染水放出により被害が発生する場合、賠償要求などの措置をするとも明らかにした。韓国政府はここでも IAEA などに訴えて批判的な立場を引き出そうとしているわけですが、先ほどの記事でも言ったように IAEA は今回のような海洋放出については日常的に世界各国で行われていることからも、日本政府の決定については支持する表明を行っています。ですから今回の韓国の主張というのも完全に無視されることとなるでしょう。室長は日本産水産物輸入に対する国民の不安と関連しては、福島近隣発見に対する水産物輸入禁止措置を施行しており、輸入水産物に対する徹底した放射能監視を通じて、水産物セーフティーネットを二重三重に構築運営していると説明した。輸入禁止措置対象圏を拡大する可能性に対しては、日本が汚染水を放出した際に状況を見て措置を取りたいと話した。この点については先ほども述べましたが、韓国の原発においてもトリチウム水については海洋放出を行っています。ですから、日本産の水産物について放射能検査をするというのであれば、それこそ韓国においても全ての水産物について放射能汚染がないかというのを調べた方が良いことになるでしょう。もちろんそのようなことは現実的な話ではありませんし、またそのようなことをする必要も全くありません。韓国側の主張がどれだけ非科学的なものであるかというのを物語っています。韓国政府はアメリカ政府が日本の汚染水放出決定に対し国際安全基準に従ったものと発表したことに対しては懸念する部分ではないと明らかにした。室長は、韓国は隣接国でアメリカはどうしても遠く離れているためそんな話をできるが、アメリカも IAEA を通じた検証を話さなかったが、問題がなければなぜ IAEA の検証を話すかと反問した。彼は世界の全ての国が同じ立場だと我々は理解していると付け加えた。この点についても韓国の滑稽な姿が見えます。なぜならば、米国政府が今回の件について安全基準に従ったものだと表明したことに対しては、これを非難しないというのです。韓国側が今回の件に対して批判しているのはまさにそのような安全基準に従っていないじゃないか、危険じゃないかと言っているわけですから、自分の言っていることがいきなりここで矛盾しているわけです。彼らの主張そのものがデタラメであることの証拠でしょう。一部では国際海洋裁判所への提訴を通じ、日本の汚染水放出を暫定的に防げるという主張も提起されている。これに対して室長は、提起するにはモニタリングや国際社会の検証を通じて
海洋放出した際にとても問題があるということが立証されなければならない。関連データを集めてこそ判断できるだろうと話した。まず第一に中国や韓国側の批判、トリチウム水を海に放出するなど許されないみたいな発言については、全く自分たちの行動を棚に上げたものであり、全く科学的根拠に基づいた批判ではありません。韓国や中国でもそうですし、日本でもそうですし、世界中の原発などにおいても、このトリチウム水については日常的に排出されているものです。さらに記事の中でもご紹介しましたが、フランスの放射性物質の再処理工場などにおいては、まさに桁違いのトリチウム水が放出されているわけですが、それによってフランスの海が例えば生物が全て死滅しているであるとか、全ての生物が次々と突然変異を起こして全く別の生態系を築いているといったことなどは当然のようにありません。今回の批判というのはそうした科学的根拠に基づいた批判ではなく、むしろ政治外交的な反日カードとして利用されているのが実情だと言えるでしょう。それこそ韓国側においては子供たちに対しては日本人や日本という国や民族がどれだけ邪悪なものであるかというのを日常的に教えている国ですから、今回のように日本が何かしたことに対して、それこそ韓国国民に対して日本人はどれだけひどいことをしている国だということを訴えかけるのに非常に都合の良い案件だということです。別に彼らにしてみても自分たちの発言に科学的根拠がないことなどは100も承知でしょう。彼らにとってはこのような行動を批判することそれ自体が政治的に意味があるものなのです。では今回の問題、本当の本質は一体どこにあるかといえば、放射線量というものについて言えば、まず量というものを一番考えなければなりません。フランスの核施設が1年間で1計4000兆ベクレルものトリチウム水を放出していてもそれでも問題にならないというのですから、桁数についてはかなり分かりにくいものがあります。例えば空間放射線量ということを考えた場合、東京と韓国の首都ソウルを比較した場合においては、ソウルの放射線量は3倍程度あります。この話だけ聞けば、東京と比べてソウルの放射線量3倍、つまり3倍危険なんだなというふうに考えるのは、実はこれは正しいことでもあり、同時に間違ってもいます。なぜならば東京の3倍の空間放射線量がソウルにあったとしてもそれは安全基準内だからです。そしてこの韓国の放射線量が3倍ですよという話についても、私は別に何か韓国に対して差別的な発言をしているわけではなく、韓国の原子力安全技術委員というところが発表しているデータであり、別に私が何かデータを捏造したりしているわけではありません。朝鮮半島というのは基本的に地質的に放射線物質というものが多いところであり、そのためにソウルに限らず朝鮮半島全体で言っても日本の2倍程度の平均的な放射線量というものがあるそうなのです。しかしそれによって朝鮮半島などにおいて突然変異が大量に発生しているなどということはありません。これも先ほども述べたように安全範囲内であるからです。ただし地質的にこうした放射性物質が多いということは、建設用資材としてのマサなどにラジウムなどが混入し、そのために環境基準以上の放射線物質が含まれたマンションなどが建設されてしまうなどという事故が以前にも発生しています。このように注目しなければならないのは、トリチウムが入っているかいないか、0か1かという問題ではなくて、どれだけ安全な範囲内に収まっているかどうかという話なのです。とはいえ、韓国や中国の行っているこうした非科学的な根拠に基づく日本批判というものに同調する日本側の人たちというものも存在します。そこにも大きな問題があるわけで、この問題を解決することが実は非常に重要です。では一体何が問題かといえば、その要因というものは2つあります。まず第1は日本政府や東京電力に対する信頼性の低さです。まさにこの信頼性の低さによって、いくら作業手順でこうやりますよという話をして、科学的根拠に基づけばこれは問題ありませんよという話をしても、いやいや放射性物質を取り除く機械があると言っても、その機械が本当にきちんと稼働しているのか不安だ。もしくはその作業それ自体をやっていると言っているが本当にやっているのか不安だ。もしくは海水で薄めるという話をしているが本当に海水に薄めるのかというところにも不安だといった話で、どれだけいろんなことを定めたとしてもそれらが全部間違っている、もしくはやらない、いわば現行不一致な状態になっているのではないか。日本政府もきちんと監視しないのではないか。東京電力も決めたことを守らないのではないか。といった具合にして、全てが不安になってしまえば、いくらどんなに計画的に問題がなくても、不安というものはなくならないものです。こうなった原因というのは残念ながら日本政府や東京電力の過去の行いの蓄積であり、これを一気に払拭することはできません。
ですからそのような信頼性の低さに対しては残念ながら国際的な機関である IAEA の力を借りるほかないでしょう。それこそ定期的な監視体制を作ってもらって金銭的な負担をしてでもそのような外部機関の評価というものを定期的に行い、それらをもとにしてきちんと定められたことを定められた通り行っていますよということを繰り返し発表し続けるほかないかもしれません。そして厄介な問題の2つ目というのは、今回の件を理由として日本に対する批判などを繰り返すいわば政治的な利用についてです。中国や韓国はそれこそこういった問題に対しては日本を批判できれば何でもいいや的な部分があって、自分たちの主張がデタラメであることを別に気にするような人たちではありません。しかし問題なのは、日本国内においてこのような案件というものを利用することによって自分の利益にする人たちがいるということを忘れてはなりません。最初にも述べたように日本政府や東京電力に対する信頼性の低さというものがあり、そこにはつけ込む隙というものがたくさんあるわけです。人々の恐怖や不安というものを煽り立てることによって自分の主張というものを認め、そして支持する人々を増やすという行為というものが非常にやりやすい土壌が揃っています。それらの支持を受けることによって、例えば人によっては単なる承認欲求を満たすだけかもしれませんし、人によっては反政府的、反東京電力的な活動をすることに募金を求めるような行為をするかもしれません。このような感情論に訴えて人々の不安や恐怖を煽り立てる行為というものは、それなりに一定層の支持を集めることを止めることはほとんど不可能です。なぜなら人によっては、そもそも放射能というものが天然物であろうが人工物であろうがといったことの区別なく、人間の生み出した放射能というものは全て量に関係なく0か1かで1でも存在するのであれば、それは危険だと考える人すらいます。日中晴れた日の空を見上げれば太陽があり、それが核融合炉であるなどということを受け入れることができない人々もいますし、当然のようにその融合炉において膨大な量の放射線が放出されて地球にも降り注いでいるなどということを全く知らずに、放射能というものは存在しないと考えている人すらきっといるでしょう。私のこのような話を聞いて、いやいやそんなこと考える人いないというふうに考える人もいるかもしれません。つい先日この件に関して面白いニュースがありました。小泉環境大臣がプラスチック製品というのは油からできていることを知らない人もいるんですよねなんていう話をしたら、それが一つネット上でニュースになりました。それが一体何がニュースかといえば、いやいやみんなそんなの知ってるに決まってるじゃないか、小泉環境省は一体何を言ってるんだというふうにして笑い物にする記事だったわけです。ところがその検証記事においては、じゃあ石油製品が油からできていますよなどということを知らない人がどれくらいいるかという話になって、アンケート調査というものが以前行われたそうなのですが、そのアンケート結果によれば日本国民の大体 90% 以上はプラスチック製品が油からできていることは知っているが、逆に言えば 10% 程度はプラスチックが一体何からできているか特に考えたこともないし、知る気もないし知らないといったような具合にして、はっきりとわからない人々が実際に存在したということが明らかになりました。この話というのは多くの人々は知っていても、じゃあ全員が全員知っているかといえばそういったわけでもないということを表しています。私が言ったように放射能というものは現実に存在しています。それは天然物としては太陽から降り注ぐものであったり、もしくは地球自身が持っている放射性物質から放出されるものであり、私たちが暮らしている日常においても普通に存在するものです。ですから問題なのは量であって存在するかしないかではないのです。しかしそのようなことを知らない人にしてみれば、放射能というものが存在するんですよ、怖いんですよということを延々と吹き込まれれば、放射能というものが存在すること自体が危険であると考えて、量の問題については全くわからないという人々もいて、それらの人々に対してはとにかく不安や恐怖を煽り立てるということが非常に有効な扇動の手段となってしまうのです。この動画を見ている方はそのような人の理性ではなく感情に訴えて人々の心を支配するような先導者に対しては明確にノーと言えるような正しい知識をぜひ持ってください。今回のニュースを聞かれてどのようなことを皆さんは考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。